皆さんこんにちは。小柿子です。今日はこちらのカップケーキの形の帽子の作り方をご紹介したいと思います。材料はこちらになります。今回、カップケーキの土台の部分、下の部分はこちらの落ち着いたチャコールグレーで編んでいこうと思います。そして上のクリームの部分ですね、はこちら、チャンキーカップケーキス、もう名前からカップケーキって入ってるんですけれども、なんかちょっとレトロな色合いが可愛らしいこちらの毛糸で編んでいこうと思います。で、こちらの2つの毛糸、太さの方はほとんど同じなんじゃないかなと思っています。なんですけれども、土台の部分の方はちょっとしっかりさせたいなと思うので、細めの針なので5ミリ、日本でいう8号の針で編んでいきたいと思います。で、上の部分はほわっとさせたいなと思ったので1ミリ大きくして、ちょっと消えちゃってんですけれども、6ミリ10号のかぎ針で編んでいきたいと思います。皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針で編んでいってください。今回の作品のこの毛糸の太さのバランスのおすすめは、同じぐらいの毛糸の太さにして土台部分だけちょっと細めにして編んでいくといいんじゃないかなと思います。あと必要なものはとじ針、ステッチマーカー、ハサミになります。では編んでいきましょう。まずはベース部分といいますか、リブの部分から編んでいきたいと思います。まず編んでいく形はベルト状のような形になるんですけれども、今回このリブの部分、ベースの部分の高さは4センチを考えています。そしてそれのベルト状の長さですね。長さは今回子供用の帽子を考えているので40センチぐらい編んでいこうと思います。で、最初のこの4センチというのが鎖編みで始める時の長さになります。で、今回リブはシンプルに中長編みを編んでいくので、目の数は偶数目でも奇数でも関係ないので、皆さん好きな長さになるように編んでいってください。で、私は子供用で40センチぐらいを考えているんですけれども、大人用の場合、このリブの部分軽く引っ張って頭が一周するぐらいなので、40センチではなくて43センチから45センチぐらいを編めばいいんじゃないかなと思います。では編んでいきましょう。まず最初に作り目をします。続いて若干緩めな鎖編みを斜め編みます。1、2、3、4、5、6、7と編んだら、続いて1段目を編んでいきたいと思います。今回は、リブの部分、中長編みのうね編みを編んでいきます。まず、1番目の裏山といいますか、今糸が出てるすぐ横のポコですね。これです。ここを左手で押さえておきます。そして立ち上がりの鎖2目をします。1、2。この立ち上がりの2目は目の数とはカウントしません。そしたらここから、中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて押さえていた裏山なので、針から数えたら3番目の裏山ですね。こちらに針を入れて、よいしょ。そして中長編みを編みます。糸を持ってきて、糸をかけて3本すべてを引き抜く。そしたら隣の目も中長編みです。こんな感じで中長編みを合計で7目編んでいきます。中長編み7目編み終わりました。続いて2段目を編んでいきたいと思います。まず最初は立ち上がりの鎖に目の数とはカウントしない鎖を2目編みます。そしたら作品をひっくり返して、この目は目の数とカウントしないので根元から編み始めます。ここから中長編みのうね編みなので、
作品を上から見た時 V の字が見えると思います。その V の字の向こう側1本だけを拾って編んでいきたいと思います。中長編みの畝編みなので、針に糸をかけてからまず最初の V を見て、その向こう側のみを拾います。そして糸を持ってきたら3本を引き抜く。そしたら同じように針に糸をかけてから次の目の V の字の向こう側だけを拾います。そして糸を持ってきて3本引き抜く。これを繰り返していきます。そして7番目の目なんですけれども、同じく畝編みで編んでいただいてももちろんいいんですけれども、なんとなく強くなるかなと思うので、毎段一番最後の目だけは畝編みではなくって普通の V の字両方を取る感じの長編みを編みたいと思います。なので針に糸をかけてからよいしょ、こんな感じで V を取って中長編み、これで2段目が完成です。あとはこの2段目の編み方の繰り返しになります。そして私の場合は子供用なので、今回は40センチになるまで、そして編み終わりが奇数の段で編み終わるように、なので編み始めのこの糸端がある方で終わるようにしたいと思います。ベース部分40センチ分編み終わりました。そしたらまずこれを輪っか状にしておきたいと思います。今編んでいたところを手前、編み始めを向こう側に2枚重ねるように持って、そうしたら細編みでつないでいきたいと思います。まず立ち上がりの鎖1をして、最初の目、2本取る感じですね。普段針を入れるような感じ、 V の字の2本を取って、で向こう側は2本取るのではなくって、V の字の向こう側だけなので、合計では3本取る感じで針を入れていきたいと思います。そして糸を失敗しました。よいしょ。そしたらば糸を持ってきて細編みで、隣の目も同じように V の字両方2本取って、向こう側は1本だけを取ってというのを、私はここ、斜め目の数は斜めなので7回細編みを編んでいきたいと思います。では続いてクリームの部分編んでいきたいと思います。当初の予定では 6mm のかぎ針を使ってクリーム部分を編もうと思ったんですけれども、ちょっと編んでみたところ思った以上にこちらの毛糸がしっかりした感じの毛糸で、なんかこう固めにできてしまったので、かぎ針の方をもう 1mm 大きくして7mm のかぎ針でクリーム部分は編んでいこうと思います。そしてクリーム部分は平行四辺形のようなちょっと斜めな四角を編んでいって、こう斜めのストライプを出していきたいと思います。ではまず作り目をします。そしたらここからちょっと緩めの鎖編みを22目編んでいきます。鎖編み22目編み終わりました。ちなみに今私のこの鎖編みの長さはだいたい22センチぐらいになっています。では続いて1段目編んでいきたいと思います。こちらの編み始めの方が帽子のてっぺん部分になります。なのでまず最初1番目の裏山、今糸が出てるすぐ横のこのここですね。ここを左手で押さえておいて、立ち上がりの鎖1をします。これは目の数とは数えません。そしたら押さえていた裏山に細編みを2回編み入れます。増やし目をします。よいしょ。1回2回と編んだら、次隣の目に細編みを編み入れます。隣の目は
こですね。そしてその隣にも細編みを1目編み入れます。今合計で細編みは4目編んだ状態です。そしたら、ここでステッチマーカーを入れておきましょう。今編んだ4番目の細編みの上にステッチマーカーを入れておきます。そしたらここから中長編みゾーンが始まります。針に糸をかけて次の目には中長編みと1目ずつの中長編みをずっと編んでいってください。ただ最後の2目を使って減らし目をするので、あと2目残っている状態になるまでずっと中長編みを編んでいってください。中長編み17目編み終わりました。そしたら残りは2目という状態になっています。では続いてこの2目を減らし目をしつつ玉編みを編んでいきたいと思います。まず針に糸をかけて次の目に針を入れます。そして糸を持ってきたらその糸をちょっと長めに引っ張っておきます。でこれをもう一回繰り返します。編み終わらない中長編みみたいなのをもう一回編みます。針に糸をかけて同じ目に針を入れて糸を持ってきます。で長めに引っ張っておいて、そしたら次隣の目にも同じように編んでいきます。針に糸をかけて隣の目に針を入れて、よいしょ。で糸をかけて持ってきます。で長めに引っ張っておいて、もう一回針に糸をかけて同じ目に針を入れて糸を持ってきます。よいしょ。でちょっと長めにしておいて、そしたら次針に糸をかけて今針にかかってるこのすべてのループを引き抜きます。これで1段目が完成です。1段目といいますか奇数の段は増やし目で始まって1目ずつ編んでいって減らし目で終わる感じになります。続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目はこの1段目の逆になります。2段目といいますか偶数の段すべてなんですけれども、減らし目で始まって増やし目で終わる感じになります。そして2段目からうね編みが始まります。まず最初鎖2目で立ち上がります。これは目の数とは数えません。そしたら作品をひっくり返して、まずは玉編みの減らし目なんですけれども、うね編みなので作品を上から見た時のこの V の字の向こう側のみを拾っていきます。なので最初の目はここですね。針に糸をかけて V の字の向こう側だけに入れて糸を持ってきます。そしたら針に糸をかけてもう一回同じ目に入れて糸を持ってきます。で隣の目も同じように針に糸をかけて向こう側だけ1本を拾って糸を持ってきます。そして針に糸をかけて同じ目に針を入れて糸を持ってきます。そうしたら糸をかけてこの糸すべてを引き抜きます。で次からは1目ずつの中長編みです。針に糸をかけてでうね編みなので V の字の向こう側だけを拾って中長編みは1段目と同じく17目ですね。うね編みの中長編みを編んでいってください。中長編み17目編み終わりました。17番目の中長編みは先ほどの段ステッチマーカーをつけた細編みの上になっているはずです。1目ずつ両端減らし目と増やし目をしているので1目ずつずれていく感じになります。そしたらステッチマーカーを取って次細編みです。細編みも同様にうね編み、V の字の向こう側だけを拾って細編みを1目で隣の目にも2目と入れて、で次細編みで増やし目をするんですけれども、まず最初はうね編みの要領で V の字の向こう側だけを拾って細編みを1回
そしたら次の細編みも同じ目に入れてもらってもいいんですけど、なんとなく穴が大きくなっちゃうかなと思うので、私は2回目の細編みは V の字両方を拾って編んでいきたいと思います。でここで私は色を変えたいので、最後この引き抜く段階ですね。ここでよいしょ、次の系統を持ってきたいと思います。次には黄色なので、黄色で引き抜いて、これで2段目が完成です。続いて3段目です。3段目も基本的に1段目と編み方はほぼ同じなんですけれども、うね編みというところだけが違います。なので3段目もお見せしたいと思います。そしたら、まず最初糸をオレンジの糸を向こうに渡してから鎖1で立ち上がります。そしたら作品をひっくり返して、まず最初の目、色が変わってて分かりやすいと思うんですけれども、この一番右側のオレンジ色ですね。ここに細編みを2回入れます。1、2、ごめんなさい。もう1回ですね。2と入れたら、次隣の目は1目の細編み、すべてうね編みで編んでいます。もう1回細編み。そうしたらここで1回ステッチマーカーを入れて、でここから中長編みゾーンが始まります。同じくうね編みで中長編みを、私の場合は17目ですね。17目編んでいきます。で中長編みを17目編んでいったら、最後残り2目のところなので、ここの目とこの目ですね。この2目を使って減らし目の玉編みをしてと編んでいきたいと思います。あとはこの2段目と3段目の編み方の繰り返しになります。でどこまで編んでいくかなんですけれども、本来は土台の部分のチャコールグレーのところと同じ段数を編もうと思ったんですけれども、ちょっと1段の幅が結構違うので、長さの方が同じぐらいになるようになるまで、土台部分とこのクリームの部分のこの横幅っていうんですかね、これが同じぐらいになるように編んでいきたいと思います。でこちらのクリーム部分も土台部分同様に奇数の段なので、編み始めのこの糸がある方ですね、こちら側で終わるようにしたいと思います。クリームの部分もちょっと曲線なのでいまいちなんですけれども、だいたい40センチぐらい編み終わりました。そしたら続いて、この白の糸を使いながら、今ちょっと波のようなへんてこ平行四辺形のような感じの形になってるんですけれども、こちらを輪っか状にしていきたいと思います。ベースの時と全く同じように、今編んでる部分が手前に来るように持ってきて、で、編み始めを向こう側に持ってきます。そうしたら、シンプルに細編みでつなげていこうと思います。鎖1で立ち上がって、手前側は V の字なので2本拾うようにして、すいませんちょっと猫くんが来ましたけれども、そして向こう側は V の字の向こう側だけを拾うように、編み始めの方ですね。なので3本拾うようにして、やめて、すいません。細編みを編んで、そしたら隣の目も同じように2本拾って、向こう側は1本だけというのをずっと編んでいきたいと思います。細編みで、上のクリーム部分輪っか状にし終わりました。そうしたらもう白は必要ないので、糸端を切って、
でピーッと引き抜きます。そしたらあとはてっぺんをここしぼめたいなと思うんですけれども、私はつけたいポンポンがピンクなので、てっぺんはピンクの毛糸で絞ろうかなと思うので、残り他の毛糸は短めに、ピンクはちょっと長めに50センチぐらい残して切りたいと思います。では続いてピンクの毛糸を使ってこの上を絞っていきたいと思います。今見えているところが裏側になります。中表、こちら側が表なんですけれども、この裏を見た状態のままでピンクで並縫いをしていきたいと思います。どうしましょうかね。これなんかビロビロの糸もいっぱいありますけれども、まあこれをそしたら一緒に縫っていきましょうか。すいません何してんの猫くんがゴロゴロ向こうにいるんですけれども、そうしたら適当に針が入りそうなところに並縫いです。はい、なんか色がごちゃごちゃしていて分かりにくいですけど、とりあえず一周ぐるっと編みました。縫いました。なので、一回絞りたいと思います。ギュッと引っ張るとてっぺん部分がしぼまると思います。これだけではまた緩んできてしまうと思うので、もう一周針が入りそうなところに入れて並縫いを縫っていきたいと思います。はい、2周したらちょっと先にこれを糸処理しとけばよかったなと今更ながら後悔してるんですけれども、なんかお化けの Q ちゃんの頭みたいになってます。これはちょっと今は置いといて、2周ピンクで縫ったら次はそうですね、あとは適当に針が入りそうなところにこの上の輪っかを対角線上にといいますか、中心を突き抜ける感じで針を通して、でこれでもうてっぺんは開くことがないんじゃないかなと思います。よいしょ。そしたらこの今縫ってた輪っかの中に糸を2回通して引っ張ります。もう1回ぐらいときましょうか。そしたらあとはこの Q ちゃんの毛をそれぞれの色のところに目立たないように、まずピンクが今針に通ってるのでピンク目立たないようにこう糸を隠していきたいと思います。では続いて土台部分とクリーム部分をくっつけていきたいと思います。今どちらも表を向いている状態です。そしてこの縫っていく毛糸が表に響かないことを確認しながら縫っていきたいので、私は表を見ながら、縫いつなげていきたいと思います。ちなみに、輪っか状に合わせたところは土台部分はここ、そんな目立たないんじゃないかなと思いますけれども、ここでクリームの部分は白だったのでここになります。ではこれをつなげていきたいと思います。もうここら辺はまず最初に、すいませんカメラ揺れてますけれども、針を入れて水色からいきましょうかね。水色に入れてこんな感じでこうちょっと土台が下になるかなという風に縫い付けていきたいと思います。ベース部分とクリーム部分無事につなぎ終わりました。
では続いて最後ですね、ポンポンをつけたいと思います。これ危なかったんですけれども、この白い細い糸が毛糸にくっついてたんですね。で、私はこれはてっきりこう毛糸がバサバサにならないためにポンポンと一体化させるためだけについてるもんだと思って、いらない糸かと思ったら、これでポンポンをつなげなきゃいけないみたいなので、危うくこれを短く切っちゃうところでした。ギリギリセーフでした。なので、この残ってる白い糸でポンポンつけたら完成ということになります。ポンポンも無事につけ終わってカップケーキ帽子完成しました。はい。思ってたよりもなんか賑やかな感じのすごい可愛らしい帽子ができたなと思っています。はい。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。